こんにちは、パチパチでございます。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日もね、デザインのことについてお話をね、していくんですけれども、今日はですね、デザインの4原則よりも大切かもしれないデザイナーとしての4原則っていうことについてね、お話をしていこうと思うんですけれども、デザインの4原則ではなくてですね、デザイナーとしての4原則っていうことについてね、お話をしていくんですけれど、結論から言うとですね、僕が思うデザイナーの4原則っていうのはですね、分離、結合、創造、協楽っていうね、この4つかなというふうに思っているんですけれども、これらがね、どんな原則かっていうことについて今日はお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。はい、でこの動画を通してね、僕を知った方は多いと思いますので、僕の制作物をまとめた動画をね、ご用意しておりますので、概要欄か、上の方からね、ぜひご覧になってみてください。こんな感じでですね、このチャンネルでは毎週火曜日と金曜日にデザイナーを目指す方々のために動画をね、配信しておりますので、よろしければチャンネル登録の方していただいて、チェックしていただけると嬉しいです。それでは早速参ります。はい、それではね、早速お話をしていくんですけれども、ちなみにデザインの4原則っていうものについて、皆さんね、ご存知かなっていうふうに思うんですけれど、一応念のためですね、これについてもちょっとお話をしておくと、近接、対比、整列、反復っていうね、4つなんですけれども、デザインを学ぼうと思ったらですね、まず学習することかなというふうに思うので、まず知らない人はね、そんなにいないかなとは思うんですけれども、一応ですね、それぞれ軽く説明をね、しておくと、近接っていうのは、属性の近いエレメントを近づけて、関係性をね、視覚化することっていうふうにね、言えるかなというふうに思います。余白をね、うまく使うっていうことともね、言えるかなと思うんですけれども、それが近接っていうことです。で、対比っていうのはエレメントに優先順位を設けてですね、大きさとか色などでですね、序列を可視化することっていうふうにね、言えるかなというふうに思います。こちらは、レイアウトとかね、そういう意味合いで捉えていただいても、良いかもしれないです。で、整列っていうのは、エレメントの中心とかね、エレメントの端とか、そういったものを揃えることで、視線のね、無駄な動きを極力減らして情報を整理するっていうことというふうにね、言えると思うんですけれども、デザインの詰めっていうね、作業というふうに、こちらもね、言えるかなと思います。で、最後の反復っていうのは、同じ意味合いを持つ要素にですね、同じデザインを施してあげることで、パターンっていうものを可視化する作業かなというふうに思うんですけれども、一貫性っていうものをね、デザインを通して、設けていくっていう作業になるかなというふうに思います。この4原則については、もう人によってはですね、本当にうんざりするぐらい目にしたり耳にしたりね、したことがあると思うんですけれども、それぐらい大切なね、大原則なんですけれども、デザインのこのね、4原則についてはもう皆さんね、多分お腹いっぱいでしょうから、今日はそれに加えてですね、デザイナーとして大切にしたいっていうふうにね、僕が思ってる、個人的に思ってる話なんですけれども、デザイナーとしての4大原則っていうものをね、ご紹介したいと思います。で、冒頭でね、すでに4つご紹介したんですけれど、まず最初の1つは分離っていうことでございます。分離というかね、分解っていうふうに考えていただいた方が分かりやすいかもしれないんですけれども、問題とかね、課題を因数分解して考えましょうっていうことなんですけれども、例えばですね、目的と手段をね、分けて考えましょうっていうことがね、あるかと思います。デザイナーはね、やっぱりイラストレーターとか、XD とかね、フォトショップとか、アプリケーションを使ってデザインをしていくわけなんですけれども、そのアプリケーションとかですね、アプリケーションでできる操作とか、あるいは技術とかテクニックとかですね、そういうものをありきでデザインを考えていくんじゃなくて、自分が作りたいと思うものを形にするためにアプリケーションを使っていきましょうっていうね、ことでございます。目的と手段っていうのをね、分離して考えるっていう意味で言うと、自分が表現したいものが目的であって、それをアウトプットするための手段としてアプリケーションがあるよっていうお話なんですけれども、デザインをね、やり始めの頃は特にですね、このあたりを一緒に考えてしまうことがね、多いかなというふうに思います。そのために結構正解が見えづらくてですね、作業にやたら時間がかかってしまうケースとかがね、あるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こんな感じで問題を因数分解してね、目的と手段で分けて考えるとか、そういうふうに考えることはですね、デザイナーに限らず、ビジネスをやってる上ではですね、とても役に立つスキームだと思うので、覚えておいてね、損はないかなと思うんですけれども、あるいは例えばですね、クライアントから入った修正は、デザインとしてね、自分が作ったものの目的が達成できていないからそういう修正が入っているのか、あるいははたまた担当者がね、好みでそういう修正を入れたがっているかっていうこともね、分けて考えることができるかもしれないです
し、あるいはですね、自分がそのデザインのアイデアが浮かばないのは、インプットが足りてないのか、アウトプットが足りてないのかっていうこともね、分けて考えることができるでしょうし、インプットがね、足りなかったとして、インプットが足りないのは、自分にとって時間がね、捻出できてないというよりか、自分がインプットに当てる時間を作れてないのか、どんな情報をね、インプットしたらいいか、その情報がそもそも足りてないのかっていう、そういう感じでね、問題を分けて考えることができると思うんですけれども、デザインワークにね、取り掛かる際には、ぜひ、クライアントのね、課題とかオファーとかを、こんな感じで因数分解とか分離っていうことをね、してやってみると良いかなというふうに思います。で、2つ目はですね、結合ですね。分離の次はね、真逆の意味の結合っていうことなんですけれども、これはですね、アイデアというか発想のためのね、思考法っていうふうに言えるかなっていうふうに思うんですけれども、皆さんは何かね、アイデアを考えるときにどのようなプロセスをね、辿ってるでしょうかね。僕はよくね、マインドマップっていうものを使ってるんですけれども、ちょっとね、画像を出しておきますけれども、こんなやつでございます。僕の過去の動画でデザインのね、作業フローを僕が実際にどういうふうにやってるかっていうものをね、投稿したことがあるんですけれども、何か一つのね、アイデアに頼ってデザインをしていこうとか、あるいは一つのテーマで何かビジュアルを考えたいとかって言った際には、一つの単語からね、連想ゲームのようにこう思考を広げていくっていう、作業なんですけれども、連想ゲームのようにね、いろんな単語をこう、枝葉のように考えていって、形になりそうな単語同士をこう組み合わせて、アイディアの種としてね使っていこうっていう作業なんですけれども、僕はねそういうやり方をしているってことなんですけれども、この何か別のもの同士を組み合わせてアイデアを出すっていうのは、あるいはね今あるものに何か違うものを掛け合わせて、面白いものをね作り出そうっていう、そういう発想はですね、ビジネスの世界ではね割と有名な話なので、視聴者の方の中にもねもうすでに実践されているという方もね多いかもしれないんですけれども、例えば携帯電話にねカメラが搭載されたことで新しいねその端末になって爆発的にね普及したとか、あるいはその携帯にインターネットにね簡単にアクセスできるような機能が搭載されたことでスマートフォンがねここまで爆発的に普及したっていう事実もねあったりするんですけれども、アメリカのね工業デザイナーのチャールズ・イームズっていうね方がいるんですけれども、イームズっていう名前はね皆さんも聞いたことがあると思うんですけれども、イームズが残している名言をね皆さんにちょっと送りたいなと思うんですが、結局人でもアイデアでも物でもあらゆるものにはつながりがある、どのように結びついているかによってその価値が決まるっていうね名言があるので、そういった意味でね結合っていうのが、大事かなというふうに思っております。で3番目の原則はですね創造ですね。ここに来て創造なんですけれども、すごいね当たり前の話というふうに感じられるかもしれないんですけれど、クリエーションという意味の創造ではなくて、イマジネーションという意味のねあえてそっちの方の創造っていうものをここに、ちょっと話させていただいてるんですけれども、こと商業デザインというお仕事の中ではですね、デザインの力を持って何かしらの課題をクリアしたりとか、物事をねより良い方向へ導くってことがね求められるシーンが多いんですけれども、つまりですねこれをやっちゃうと、より事態がね悪い方向に転がっていくなとか、これをやっておけば、悪くはならないけれど良くもならないっていうことであったりとか、あるいはこうするとねきっと良い結果が生まれるとか、そういったそのデザインがもたらす結果の予想をねある程度できるようにならないとデザインっていうのはねしていけないなっていうふうに思うんですけれども、綺麗でかっこいいものとか見やすくて美しくてね、そういう感じでデザインされたクリエイティビティだけっていうものが創造性だけがねデザインに求められる世界ではないっていうね、ことかなっていうふうに思います。デザインっていうものにね携わる以上はやっぱりね何かしらの結果を出さなきゃいけないわけなので、だからそのためにねデータを分析して結果を予測したりとか、あるいは顧客やねカスタマーの反応を細かくね想像してデザインっていうものを設計していかなくちゃいけないわけなんですけれども、つまり想像力をフル稼働させて、結果をねイメージしていくっていう必要がね、あります。もちろんですねクリエイティビティっていう意味の創造性もね、欠かせないんですけれども、個人的には想像力の方がねデザイナーという職業に関しては優先してね求められるシーンが多いんじゃないかなっていうふうにね僕は感じています。はい。で最後の4番目は享楽っていう言葉ですね。享楽っていう言葉にねちょっと耳馴染みがない方は多いかもしれないんですけれども、楽しみ味わうっていう意味のね言葉っていうふうに思ってもらえば、いいかなっていうふうに思います。皆さんはねデザインを楽しんでますか？デザインがね楽しいって思ってるかどうかっていうことをねちょっとお聞きしておきたいんですけれども、楽しんでデザインをすることがデザインをする上でとても大切だっていうふうにね感じることが2つあって、その理由をねちょっと今からお話ししたいんですけれども、まず1つ目はですね楽しさは時間と労力を惜しませないということがあると思いますし、2つ目はですね、楽しさっていうのはね他人に伝播していきやすいということがねあると思います。自分がね僕もそうですけど、いまいちこう楽しんでねこの案件に携われてないなとかデザインを楽しめてないなっていう風な時にデザインをね楽しんでやってる方の制作物を見てしまうと結構ね
自分が嫌になるぐらいね、これは叶わないなって思ってしまうことがあったりするんですけれども、楽しんでねデザインをしている方っていうのは最強でね結構ね無敵だっていうふうにね僕は思ってるんですけれど、やっぱり人に言われてねいやいや作って取り組んでいるデザイン案件と、寝る間も惜しんでね攻略したいオンラインゲームをね没頭してやってる場合にどちらにね情熱を注げるかっていうふうにちょっと極端にね例を挙げて考えてみると分かりやすいと思うんですけれども、いやいややってる作業よりも自分が好きでね取り組んでる作業っていうの方が明らかにね情熱を注げるっていうのはあると思うんですけれど、同じように仕事で請け負っているデザインワークに対しても、その好きで取り組んでいるゲームみたいなものと同じようにね情熱を注げたらどれだけすごいことになるかっていうのは想像していただけると思うんですけれど、自分で好きでやっていることならやっぱりストレスもなくね気持ちよく、取り組めますし、いつまででもねやっていたいっていうね気持ちになるはずだと思いますので、だから楽しんでデザインしている人の制作物にはですね、楽しんでいない人の制作物はもう太刀打ちできないっていう風にね、なってしまうわけなんですけれど、そして楽しい空気感っていうのは人にね伝染しやすいっていうものだという風にね思っております。もちろんね嫌な空気っていうのも伝染しやすいっていうのはあると思うんですけれども、楽しい雰囲気っていうのは周りのねモチベーションもやっぱり上げやすいので、チームに一人でもねデザインを楽しんでこうワクワクしながら、制作をしている人がいるとそういう空気っていうのは周りのねチームのメンバーにも伝わっていきやすいので、そういう人がね一人でもメンバーの中にいるといいものがねできやすい気がね、しております。チームでねデザインワークに取り組む際にはなるべくね自分もそういう存在になりたいなというふうにね、心がけるようにしております。はい、いかがだったでしょうかね。僕が思うデザイナーの4原則っていうね、僕が勝手に思う4原則なんですけれど、分離と結合と創造と協力っていうものについてね、お話をしてまいりました。本当に僕がね、個人的に思うだけの原則なので、もちろん異論はあるでしょうし、デザインっていう括りの中でも結構業種とかね、タイプとか様々ありますので、当てはまらないケースとかもね、あるかもしれないんですけれど、そんな中でね、皆さんも独自のね、原則とかもし見つけられるようであれば、自分なりに考えてね、取り組んでみるといいかなというふうにね、思います。はい、もしこの動画が参考になったと思っていただけましたら評価の方ですね、チャンネル登録と、コメントもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。